あの時のことを考えたらね、今こうやって命があるだけ、本当に十分幸せだと思う、本当に。がんってさ、やっぱりさ、がんがこう、できないようにするっていうことと、あと、がんがもしできたとしても、がんをね、殺す、免疫細胞たち、どちら一つでも欠けちゃダメなんだよね。だって1日さ、3000個からさ、5000個ぐらいはがん細胞って人間の体の中に増殖して増えてるからね。それをね、やっぱりやっつける免疫細胞たちをこう増やす。こういう努力っていうのが必要だっていうことだよね。俺がね、そう、癌になった原因がね、これじゃないかっていうのがあるんだけど、大腸癌になったんだけど、1年半前かな、盲腸になったんだよ。その盲腸をね、俺切ったの。で、昔はね、盲腸ってさ、体に必要にない臓器だっていう風に言われて、どんどん切っちゃえ切っちゃえって言われてたのね。でも最近の調査結果では、盲腸ってさ、善玉菌だとかさ、貯めておく場所だっていうことがだんだん分かってきたんだよ。でもさ、YouTube でね、こうやってがんのさ、動画を上げてるとさ、いろんな人からね、コメントが来てね、マックちゃんのおかげでね、ダヴィンチ手術を受けて、それでがんが完治できましたとか言ってさ、ああいうコメントとか来るとね、嬉しいよね。やっぱ自分がさ、ね、若くしてさ、がんになってさ、この経験をさ、世のため、人のためにね、こう、お話しした結果、助からなかった命も助けることができるからね。マジでね、死ぬまでにさ、どれだけの人を救えるかとかさ、元気にしてあげられるとかさ、助けてあげられる。ちょっとね、上から目線っぽくなってしまうんだけど、だからこの経験を一人でも多くの人に伝えてね、ダヴィンチ手術とかね、そういう手術方法もあるんだよっていうのをお伝えしたいよ。今はね、本当がんのね、治療方法、日進月歩ね、進化しててね、がんの治療費で、そう、166万円かかりました。そう、166万。166万。3年前だよね。2020年。でもね、その中で健康保険3割負担使って、あとね、差額ベッド代もあるんだけど、62万円だよね。これを病院のね、窓口に支払って、2ヶ月後 ?3 ヶ月後かな、30万円戻ってくるんだよね。健康診断で、うんちの中にね、血が混じってますよ。だから、大腸カメラ受けに来てくださいっていうふうに言われて、で、地元のね、池袋にある病院に行ってさ、で、大腸カメラを受けたのね。そしたら、がんがありますよっていうふうに言われてね。これだけどさ、これね。がんがありますよっつって。どうやって手術して、どこの病院に行こうかなっていうふうに、最初はね、迷ったんだけど、でも、病院を紹介してもらったの。がん保険にさ、付帯サービスっていうのがあって、無料でね、病院を紹介してくれるっていう、そういうサービスがあってね。で、自分の症状を話して、大学病院を教えてもらったって。ステージ2だったの。大腸をさ、切ってさ、辛かったよ、ほんと。めっちゃ痛いんだから。大腸を切るとさ、うんちっちを溜めるところがないからさ、もう、うんこ漏れするんだよね、うんこ漏れ。うんこ漏れ。ずーっとおむつを履いててさ、そのおむつの中にうんこがさ、もう、ボロボロボローって出て、マジで痛いよ。切腹してるような状態だからね。でも、腸閉塞っていうのがあるらしくて、腸閉塞を回避するために、病院のね、廊下を歩け歩けっていうの。病院の廊下をさ、俺、30往復ぐらいしたもんね。点滴持ちながらさ、おむつ履きながらさ、うんこ垂れ流しの状態でこうやって歩いてさ、がんってさ、4段階ある。がんの1から4までね、ステージがあって、4が一番きついのね。4がね。ステージの、俺の場合2だったの。だから一番軽いのがステージの1で、次は2番目ね。2番目までは、がんがね、臓器の筋肉、その中に入り込んでるっていう状態だったの。でも、ステージの3になると、リンパまでがんが入り込んでますよっていう状態。で、最後のステージ4になると、ステージの4ね、4になると、他の臓器にがんが転移してますっていう、そういう状態なんだよ。がんってさ、もう細胞単位でできるものだから、切ったとしても少し残ってる可能性があるんだよね、がんがね。で、それが血流だとか、あるいはリンパを通じて、他のね、臓器に
移ることがあるの。キューゴちゃん、両親は癌ですか？お袋はね、脳卒中で亡くなりました。親父はね、喉頭がんでね、喉にできたがん。で、喉にできたがんが、やっぱり最後にはさ、肺に転移して、で、それでね、亡くなっちゃったよね。がんのさ、遺伝ってさ、8% ぐらいなんだ。8%。両親にがんの人がいないとかさ、親戚にね、がんの家系がいないとか言ったとしても、7%から8%ぐらいしかないわけだから、ほんとね、がんになる原因ってさ、食生活、生活習慣病だからね、食べ物であったりってさ、そういうのがね、大部分を占めてるわけ。なんでストレスが敵なのかっていうと、このがん細胞をさ、やっつけてくれる免疫能力を低下させるの。白血球の数値が落ちたりとかさ、ストレスでさ、血尿が出たとかさ、血便が出た。あるいはさ、顔をさ、真っ青にしてさ、元気のない人いるじゃん。ああいう人はね、すぐ風邪になるから。免疫能力が低下して、風邪になって、11号ちゃん、今も定期的に通院ですが、そう、3年前に癌になった時はね、3ヶ月に1回まず病院に通院。で、2年目からは6ヶ月に1回、病院に行ってね、大腸カメラでしょ？あと造影 CT、MRI、あと腹部エコー、あと血液検査。これを、やってるって感じだね。キューゴちゃん、再発しやすいって聞いた。そう。俺3年経つんだけどさ、5年間の間に100人いたら15人が再発するからね。12号ちゃん、抗がん剤治療。俺はね、抗がん治療まではなってない。ステージの3とかさ、4になると抗がん剤治療になるんだけど、ね、ステージの3はリンパ、ね、リンパまでがんが入ってます。ステージの4だと他の臓器までがんが入り込んでます。その場合はね、手術で一発で取れないから、だから抗がん剤で治療するしかないんだよ。俺の場合ね、大腸がんの場合ってさ、肝臓と、あと肺。この2つにね、転移しやすいんだよね。肝臓と肺。もし、俺がね、再発転移したとすると、ステージの4になるんだよね。他の臓器にも癌が転移してるって状態になるから、その場合はね、多分長い入院、抗がん剤治療、それが待ってるわけだよ。その時に、お金がないと、再発のね、治療をやっていけないから、16号ちゃん、癌になって痩せましたが、いや、そりゃそうだよね。病院に入って5キロはすぐ痩せたね。5キロすぐ痩せた。だって病院食ってさ、お粥しかくれないもん。今からね、もしさ、病院入院したりする人にアドバイスがあるとすれば、ふりかけ持ってけって感じだね。女性の癌ってあるじゃん？乳がんとかさ。乳がんの場合10年なんだよね。10年。ホルモン剤とかさ、そういうの飲まなきゃいけないっていうね。長いよね、10年とかさ。そういえばダヴィンチ手術ってみんな知ってる？ダヴィンチ手術。昔はね、癌になった時ってさ、開腹手術、お腹をこうビーって切り開く手術しかなかったんだ。でも、腹腔鏡手術っていうのがね、できて、お腹にね、穴を開けて、そこにね、こう、鉗子を突っ込んで、長いメス、先端にね、ハサミがついてたりするんだけど、で、それを突っ込んで、癌を切り取る。体の負担が軽いんだよね。お腹に穴を開けて、それで手術をする方法だから。ただ、難点があってさ、癌になった時ってさ、横の方のリンパも取らないといけないの。覚醒って言うんだけど、俺の場合はね、20個ぐらいリンパを取ったんだけど、そのリンパの周りにはね、神経とかがたくさんあって、例えば、おしっこを出す神経だとか、それを腹腔鏡手術だと切り取れないの。ダヴィンチ手術ってロボット手術って言うんだけど、大きな病院になるとダヴィンチっていうね、ロボット手術が導入されてるから、みんなもしね、時間があれば、自分のね、住んでるところのロボット手術、ダヴィンチっていうのは入ってるのかどうか、そういうの調べといた方がいいと思うね。親兄弟、親戚とかがさ、癌になったとか、そういう時には、マックちゃんがダヴィンチ手術っていうのを手術して成功したっていうのをね、覚えておいてくれれば嬉しいかなって。お金はね、やっぱり日本人は健康保険っていうね、最強の制度があるから、だから標準治療でいいとは思うんだけど、ただ、ね、それを扱う手術をする先生がどうかによって決まるからね。残り10秒。ありがとうございます。皆さん来てくれてね。